剣と魔法の世界ってよく言いますけど、まあ基本剣なんですね、やっぱ。魔法じゃなくて、魔法は特殊、特別な人が使う特別な能力。じゃあ逆にその魔法が使えて当たり前、ごくごく当たり前にみんな魔法を使う世界だったら、どんなファンタジーが成立するかな。名シーン、名台詞がやっぱシリーズの中でも本当多いなと思ってて、あなたは人間なのよとか、なんかああいうセリフはどこからヒントを得てあんな美しいセリフが出てくるのかな。そこのソフィーのセリフはまあありがちっちゃありがちなんで、ちょっとわざとらしいなと思いつつも書いたところなんですけどね、あれはまあその後のギュスターブの反応の方が、あれが響かないってところが自分的にはそうリアリティだと思ってて、そこを乗り越えていく結果がまあその後剣作ってでちゃんと冒険するようになる。皆さんこんにちは。どうも、インサイドスクエアエニックス今回の進行を担当します信夫です。冒頭から失礼いたしました。ご紹介するタイトルはサガフロンティア2。お招きしたのはサガシリーズ総合ディレクターの河津明俊さんです。はい、サガシリーズ総合ディレクターの河津です。今日よろしくお願いします。お願いします。いや、ありがとうございます。いやこれまで僕ナレーションで参加させていただいたんですけども、今回直接スタジオでということで、これはどうですか、川田さん的に。やっぱこのナレーションはクビになったっていう感じですかね。そのやっぱ逆なんじゃないですか。信夫さんがどっちかっていうと、対面でインタビューしたいっていう話だったんじゃないんですか。違うんですか。僕はその場にも行きたいなとかっていうお話はしてたんですけど、そうか、それで今日はじゃあなんじゃないんですか。昇進というか、じゃあ近くに来させてもらえたっていう。その方が話しやすいしいいんじゃないですか。なるほど、よかった。でもナレーションめっちゃ撮り直したんでもしかしてなんかもうこっちよりも直接行った方がいいんじゃないかってなったんかなっていうね、不安もありましたけども、はい、今日はじゃあ直接お話を聞かせていただきますのでよろしくお願いします。はい、サガフロンティア2は1999年にプレイステーションで発売されたサガシリーズ8作目のタイトルです。歴史の中に散りばめられたさまざまな視点から描かれるシナリオをプレイヤーが任意にプレイできるヒストリーチョイスが特徴。裏と表2つの歴史が紡ぎ出す壮大な群像劇を淡い水彩画のようなグラフィックで体験することができます。今回は川田さんに本作の世界観やシナリオの制作過程を中心にお話をお聞きします。僕でもこのサガフロ2がリマスターされるってなって、なんか他のシリーズとはなんかちょっと違うなんか期待というか喜びというかがあったんですよ。なんか僕の周りのこのサガユーザーの方もなんかちょっとサガフロ2に関してはちょっと違う愛があるというか、なんか好きな角度がちょっと違ったりする人が多かったりするんですけど、そういうなんかプレイヤーのちょっと違うサガフロ2愛みたいのって川田さんってなんか感じてらっしゃりします？まあそうですね。ギュスターブ編は特にそうなんですけど、シナリオ中心というかストーリー中心に見せてるところがすごくあるので、そこにこう入ってるユーザーが多いのはすごく意識はしてましたね。そうだから今までのシリーズとはまた違うゲームの楽しみ方を教えてもらったみたいな感覚のサガフロ2なんですけど、率直にこのリマスターされた現在のお気持ちお聞きしてもいいですか？そうですね。サガフロ1リマスターがあって、で間にミンサガのリマスターが入ったんですけど、いずれそのサガフロ2も遊べるようにしなきゃっていうのがあったので、ようやく現在のハードで遊んでもらえる環境になったので、そこはすごくほっとしてるって感じですね。やっぱそれはそのお声というか結構熱量とかも受けてた上での。そうですね。過去作を遊べるようにしようっていうのは一つ、市川さんとテーマとしてやってきてたので、だいぶ進んできたなと思ってます。いやもう本当一ユーザーとして待ってましたの、リマスター発売だったので、ちょっと今日はいろいろ深く、聞いていきたいと思います。では本題に入りたいと思います。はじめにサガフロ2が開発された経緯についてお聞きします。川田さんは以前のインタビューでロマサガ2でやりたかったことを、サガフロ2で目指したというようなことをおっしゃってたんですけども、これはどのような意図だったんでしょうか？そうですね。開発始めた時に別に
ロマサガ2の続き作ろうとか、そのロマサガ2的なものを作ろうと、思ってたわけじゃ決してないんですけど、作っていく発想の中で、ロマサガ2で、最初こういうことやりたかったんだけど、あの時はできなかったみたいなこと、特にその、ロムの容量的に、ロマサガ2じゃ入んなかったことがたくさんあるので、そこが、CD ロムっていうその、容量が何十倍にもなった中で、やれることが増えたので、そういう意味で、またアプローチしたいなっていう意味合いで、直接的に何かつながりで作ろうっていう意図をしていたわけでは決してないです。なるほど。作っていく過程でロマサガ2でできなかったことも言えるかなっていうので。そうですね。ちょうどサガフロンティアが、終わって、サガフロだけじゃないんですけど、スクエニのスクエア、当時スクエアですね、の初タイトル、最初の、プレイステーション1の頃の、一連のタイトルがバーッと出て、で次を作ろうって話になって、かなり大幅に開発チームをシャッフルして、でその中で、じゃあ次は何をやろうか、サガフロとは違うことをやらなきゃとか、そもそもそのサガフロ1が、その政権作ってた石井君たちのチームと合流して、サガチームがとロマサガ3のチームと、いわば政権3のチームの、大部分が合体したようなチームだったんで、すごい大所帯になって、でその中で、その大所帯だからこそ、じゃあ何作ろうっていうんで、ああいうふうにいろんな世界でいろんなキャラがいてっていう形でみんなのアイディアを吸収して、でかつデザイナーもいっぱいいたので、いろんな絵的にもいろんなことをやれるし、やらなきゃっていうところで、ああいう作りになったんですけど、サガフロ2のタイミングではまた、チームがもう一回こう適正サイズっていうんですかね、に分けたので、で石井君たちはレジマナ作ってって形になったので、じゃあサガチームはサガチームでまた、普通のサイズ感になったので、じゃあ今回はどうしようかっていう話をしてたんですね。でそのサガフロ2のデザイナーのリードやってた鎌田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、鎌田さんとは実はサガフロを作る時にその前の段階で話をしてて、次は本格的にファンタジー的な世界観のものを作りたいよねっていうそもそも話してたんですけど、それが一回サガフロチームがそういう大所帯になったことで一回飛んじゃったんですよね。で改めて鎌田さんと、じゃあまた今回は、ファンタジーらしいファンタジーな見た目のものにしましょうっていう話で、その中で鎌田さんもじゃあ手書きっぽいのものを、映像でやりたいっていうのをアイデア出してくれたので、じゃあ、プリレンダーの、絵のところに、ああいう手書きの絵をかぶせて絵を作っていきましょう。で手法的にはプリレンでやってたのと、そういう意味ではあまり変わらないので、やれるよねってことで、ああいう絵作りになってっていうところからそもそもチームが始まってるんです。なるほど。いやだからサガフロ1から2になった時にもうガラッと変わりすぎてて、全く違うプレイ体験だったので、何があったんだろうって思ったんですけど、そもそもじゃあ中のチーム自体がもうだいぶガラッと変わった結果、そのゲームデザインも一気に変わったっていう。ちゃんと大人の事情もあったんですね、その裏側には。その自分の開発チームにはもう一つレーシングラグのチームもあった。レーシング RPG 初のゲーム界初のね、車と車ぶつかったら戦い始めるやつですよね。そういう、そのくらい幅がある形の中で、なんでそういう意味で言うと、一つの中にそれを無理やり入れなくてよくなって、言えばレースゲームはレースゲームで、政権は政権、サガはサガって形で、それぞれのチームに分離するっていうか、ちょうどその、非常にたくさんのタイトルをやってたタイミングなんですよ、その時スクエア自体が。でその中でサガフロ2っていう、ちょっとああいう絞った世界の中でものを作ろうってなって。ちょっと今度レーシングラグーンの回もやっていいですか？いろいろ聞きたいことあるんですやっぱり。レーシング RPG はね衝撃だったんで、なるほど、そういう過程があったんですね。ちょっと続いて世界観について、サガフロ2は中世ファンタジー的な世界観にアニマなど特有の要素が登場しますが、この世界が作られた背景についてお聞きしていきたいと思います。
そうですね。その、まあファンタジーっぽいものを作ろうって話をしてた中で、もう一つはその、まあ、自分としてその魔法がもっと当たり前の世界を作りたいっていうのがあったんですね。その剣と魔法の世界ってよく言いますけど、まあ基本剣なんですね、やっぱ。魔法じゃなくて、魔法は特殊、特別な人が使う特別な能力、なんかすごく強くてとか、そういうまあ中世ファンタジー RPG って、まあ基本そういうお作法なんですけど、まあそうじゃなくて、じゃあ逆にその魔法が使えて当たり前、みんな魔法が使える、まあちょっとしたことでも魔法を使う、ね、掃除する時も綺麗になるみたいな、パチンってやると綺麗になるみたいな、奥さんは魔女じゃないですけど、そういうようなみんな奥さんがみんな魔法を使えるみたいなね、お皿は綺麗になれてば綺麗になる、ね、料理は美味しくなれてば美味しくなるみたいな、そういう世界観で、その当たり前にごくごく当たり前にみんな魔法を使う世界だったら、どんなファンタジーが成立するかなっていうのをちょっと考えたわけなんですね。まあ、そうするとじゃあそういう世界で冒険する主人公ってどんなのがふさわしいかっていうと、まあごくごく当たり前に出てくるのが、そういう世界で魔法が使えない人っていう順番で話ができてきたんですね。なるほど。だって世界ではね、鍛冶屋の奥さんも石包丁をね使って料理してますもんね。はあ、なるほど。そもそもアニマっていうのはちょっともう直接お聞きしたいんですけども、どういったものなんですか？まあさっき言いましたけど、まあ、みんなが使えるわけですね、魔法。ってことは誰しもが持ってるものなので、まあ魂って誰でも持ってるものじゃないですか。なんでそれがベースになる。でもこのアニマってもうちょっと根源的で、やっぱり石とか、そういった生き物じゃないものにも宿ってるみたいな、まあなんかそういった、もっとそのもの自体の持ってる性質みたいな、いうものっていう認識なんですね。生命とは限らないって感じですね。一種のエネルギーみたいなものなんですね。魂的なもので、石にも魂がある、魂があるみたいな、そこのアニマを経由させて術が使えるようになるってことなんですね。でもその石とかにはその気持ちとしてのダジャレじゃなくて石が今ね、奇跡的なダジャレが今ビルの方ですけどがあって、初めてそれがその力として外に出てくるっていう、まあ、そういう魂と意志みたいなのが魔法を使うための要素としてある。なるほど。あと僕なんだろう、あれはアニマの種類とは違うんですか？獣であったり音であったりとかっていうのは。そうですね。あれはまあどっちかっていうとその世界設定っていうよりは、そのゲーム的なセッティングを考える上で、まあそれまでもまあ今でもいろんなゲーム出てきますよ。いろんな要素が、まあ3つ要素があったりとか、火と水と雷とか、火土水風とか、火水木金土とかいろいろ使いますけど、まあそういう区分をゲーム的に作る上でもっと面白くできないかっていうことで、小泉君が、普通にそういう幻想的なもので分けたんじゃ面白くないから、現象として音であったりとか、獣であったりとか形でちょっとひねりを入れて、新しい魔法的な表現だったりとかいうことはできないかっていうので作ってきたもので、あれはどっちかというと自分から投げた形じゃないんですね。じゃあ結構でも他の RPG との差別化じゃないけど、違うところを何かどこかで目指す上でできてきた。ちなみにアニマといえばやっぱ鉄の存在がサガフロ2の中ではなんか大きな存在になってくると思うんですけど、これは鉄って決めたのはもう初めからなんですか？いや、ファンタジーの設定でそもそもあって、その鉄は魔法を邪魔するっていう設定がまあよくある話なんです、これは実は。で金属でも金とか銀とか貴金属は魔法を邪魔しないっていうような設定がそもそもあるんですよね。でそうしないと武器に役に立つ、鉄の方が重要じゃないですか。そうすると貴金属の存在価値を
とバランスを取るために、魔法を邪魔しない金属っていう。なるほど。そうだからあそこでも鉄がなかったらギュスターブってもうダメじゃないですか。ダメだったじゃないですかきっと人として。そこはでももうギュスターブが鉄にこう気づくというか鉄の魅力に惹かれていくっていうのはもうストーリー上初めからそうですね。つながってた。もともとのそういう設定はまあいわば自分が作る前からあるものなので、じゃあそこで魔法が使えない人間が引きつけられる存在って言ったら、同じように魔法が宿らない金属としての鉄っていう、まあいわば自分と重なってるんですね、ギスターブとしてしたら。魔法を使う人から見たら本当に役に立たない金属で、どっちかというと邪魔なんですよ。あると料理がうまくいかなかったりするっていうことになるわけなんで。なるほど。いやだからでもそうなんですよ。だから本当鉄に出会えてよかったねっていうやっぱゲームプレイしててサーフローズやっててスターブと鉄の関係性も僕もすごい好きでというか、そこまでこうね落ちぶれそうになって立ち上がっていく姿というか、そこも感動させてもらった一つではあるんですけど、そして背景設定とかって結構どれくらい構築したというか、なんかゲーム内では知らない結構設定とかってたくさんあったんですか？そうですね。まあ直接、まあいつもそうなんですよ。作る時にはゲームを作る時はその直接使わないかもしれなくても、まあ設定は作るので、でまあ作り始めてからやってるんで、まあ1年半ぐらいで。まあ、最終出来上がるまで2年ぐらいかかりますけど、まあ、前半の1年ぐらいはゲームのシステム考えつつ設定作ってる状態なので、かつストーリー作ったりキャラクター作ったりしながら、でそれは同時並行にできていくものなので、魔法が使えない主人公としてのギュスターブ設定して、で一方でその魔法が当たり前で魔法を使いこなしていく主人公としての、まあ、ウィルを設定でギュスターブをいわば王族としてまあ、いわば歴史の表舞台で歴史を動かしていくキャラクターにいつ頃据えたのかちょっと自分もはっきり覚えてないんですけど、そういう歴史を回す側の主人公がいる話を作りつつ、でもうまあそっちだけじゃゲームプレイとして成り立たないんで、普通に冒険しに行く主人公をもう一人置こうっていう、まあ2本立てにするっていうのはまあ割と初期の方に。考えたんですね。で歴史を回していく主人公、まあどっちが先だったかな、バトルをデュエルから普通のバトルがあって、コンバットまであるって形なんですけど、まあロマサガ3でも似たようなことやってますけど、シナリオを作っていくと、パーティー組んでる時もあれば一人しかいない時もあるじゃないですか、ストーリーを作ろうとすると。そうすると一人でも面白いバトルを作りたいっていうのがあったんですよね。で一人でもなんとかなんないかみたいな話をまあ小泉君としてて、でじゃあ1対1でもじゃあ1対1の時に普通の5人で戦うバトルをやってもあんま面白くないんですよね。当たり前です。コマンド入れたらすぐなっちゃうじゃないですか。これつまんないよね。そこでじゃあ1人の時はじゃあその分コマンド入れるみたいな、組み立てるようなのができないかっていう、どっちかというと新しいバトルを作りたいっていう発想があって、で一方でいっぱい人がいて、でまあいわばチーム戦になってるような状態のコンバットがあってみたいな、そういうのをやりたいっていうのもあったんです。それが一連のつながりの中にあって、まあいわばそれをロマサガ3のミカエル編みたいな形でそれをまとめて全部やるようなことを一つのゲームの中に入れたいと思ったんですよ。でもまあ戦争するのって普通の冒険者には絶対起きないことなので、じゃあそれはミカエルみたいな立場の人間がやることだよね。そうすると王様があって国と国と戦いがあってみたいな、まあそういう歴史をまあ一個作っていかないとそういう話ができない。それだけじゃゲームとして成り立たないので、普通の冒険者の冒険のするものも入れたいっていう形でいわばダブル主人公ができてきて。そっか、デュエルバトルはそうやって生まれていったんですね。そうですね。でデュエルの中で技を作っていくっていうのは、まあ小泉君が組み立てて技を作ろうみたいな、わざわざデュエルをやる意味を作っていって狙って技をひらめかせるっていうか、いうのをまあ彼が作ってくれたので、
まあ一生懸命みんなマルチウェイを作らせたからとかいろいろするじゃないですかっていうのはああいう流れだ。あとサウスマウンドトップがあんな難しいのはなんでなんですか？いきなり来ましたね。なんでなんですか？誰のラスボス戦なんで。そうか、最後のそうですもんね。最後の戦いなんで難しくしてって話だった。そっか、じゃあやっぱ難しくしようっていうあれはもちろんそうですね。はあ。ご自身でも言ったらやるわけじゃないですか。難しすぎるなと思わなかったですか？まあ一応買ってたんで。すげえ。そっか、じゃあクリアできるレベルだちゃんと。そうですね。簡単に勝ててたら簡単すぎるって多分言ってたんで。はあ。だいぶ難しくさせてあそこまで行ってなんですけどね。結構日本軸でこう作ってるってすごい大変じゃないですか。その苦労したポイントとかってなんかそれこそ辻褄が合わせられなかったりとかっていうのはなかったんですか？まあそこは完全に切り離して作るっていうのがそもそも前提だったので、ミルフェンはミルフェンで、そのストーリーの表に出てこないような話を全部やるんで、まあこっちはまあいわば普通の RPG なんで、そんなにそういう意味では難しくはないんですけど、まあ誰か死んじゃったりとかする、それが後にどう響くかみたいなところだけなので。ちなみにこの作り方としては一個の辺を作り上げてもう一個なのか、この時の年代はこっちではこういうこと起きてるなって言って作っていくのか、これなんか作り方とかってある？年代としては最初にギュスタブ編全部作って、そうなんですね。でそこにミルフェン入れていく形で、先に年表はギュスタブ編で全部出来上がってて、この時ミルはこうしてたをとかでこの時代に何か起こさなきゃってんで、じゃあリッチ編でこうやったりとか。そうなんですね。それでもオリジナルやっぱ年表間かなり空いちゃってるんですけど、まあそれがまあ今回のリマスターで間にいろいろ新しいイベントを追加してだいぶ埋められたかなとは思ってるんですけど、じゃあその思い入れの深い設定とかお話とかってありますか？この話ちょっと自分的にも好きなんだよなとか、ここを見てほしいんだよなみたいな。どうですかね。ギスタブ編がやっぱりそういう意味で言うとメインで、メインの、この世のメインはギスタブ編だと思ってるので、そういう意味ではそう作ってるんですけど、実際そのねプレイヤーとして遊ぶとウィル編の方が当然長時間遊んでるはずなんで、特にあとキャラクタープレイしてキャラクターとこう一体化していく部分に関しては完全にそのウィル編の方が長くプレイするから、あとその、若い頃やってたキャラが後で出てきたりとか、あの辺の面白さはウィル編の方が強いですよね。いやでもそのやっぱギュスターブ編からね作ったっておっしゃってましたけども、そのやっぱなんだろう、術が当たり前の世界で使えなくて、でやっぱどんどんこのなんだろう突き落とされていくというか、もうなんだろうどん底まで行くじゃないですか。もう親から父親から物以下だみたいな。で僕ロマサガ1のアルベルトもすごいどん底まで行くじゃないですか。カブさんって主人公を突き落としがちなんですか？いやストーリーって一回下まで落ちないと。なるほど、そうするとあとは上がるだけなんで。そうだからもうどん底だから、そこからの成長とかなんか仲間が増えてったりする時の喜びはやっぱ違うんですよね。普通に順調にいってる人と一回落ちてるから、その一個一個が響くというか。なるほど、そういう意図もあっての突き落としね。例えばドラクエだったら君はお前は勇者の息子だって、一番スタート地点が一番下なんですよね。あとは勇者になっていくだけなんで、そこら辺はやっぱこう意識はしているところかなと思いますけど、ドラマ性っていう意味で言うと。なるほど。ただひどい人だったんじゃないんですね。ただ血も涙もないだけではなく、ちゃんと落として上がる。ギュスタベンは本当に生まれた時から描くっていうところだったので、どっかでアニマがないことに気が付く。必然的にこうなるよねみたいな形で
書いてるんで。いやそうなんですよ。あれがあるから響くというか、そうなんだよな。まあそうですね、その思いついてる段階でこう途中のエピソードみたいな瞬間っていうのはこう頭の中にこうフラッシュしてくるんで、例えば追放されて出ていくときにできそうないって叫ばれたりする。あの辺はあれはもう実は割と最初に思いついてて、そこのああいうシーンを作りたいっていうのはありました。ねえ、誰かわかんないですが言ってくるんですよね。でき損ないっつって。あれはそういう意味で言うとその庶民からしたら王族全般に対する恨みつらみがこもってるわけですよね。なるほど。ギュスターブが背負わされてるわけで、それを王様に言えないじゃないですか。なるほど。ああなった瞬間言っていい存在になってるんで、で解き放たれてそういうふうに言ってるわけですよね。いきなり俺たち以下になったっていうことですから。ちょっとあいつ引っ張り出してやれないかな言ったやつちょっとねえ、ここぞとばかりにペコペコしてた人ほどそういうふうになるみたいな意味合いがあって、あそこはあれがまあすごくもう割とこうすぐに思いついた、あのシーン自体を思いついたからって言ってたんで、倫理的には今だとあれはあんまりよろしくないみたいなこと言われるんですけど、まあでもあのシーンないわけにいかないんで、いやでもそうっすね。でもそれ聞いてなおさらちょっとあれでした。来ました。なんかグッとというか、そうあいつ嫌なやつなんだよな。顔も出してないですよ確かね。なんかね、もうセリフだけ聞こえてくる、あいつ嫌なやつなんだな。なるほど、ありがとうございます。まあちょっとお聞きしたのはやっぱサガフロ2の群像劇を描く上で、なんかもともと自分の中にあった体験だったりとかっていうのはあるんですか？いや、あんな体験するわけないじゃないですか。できそこない。どんな人ですか。できそこないめ。鼻ぐしゃぐしゃにして自分の体験じゃないからできるんですよ。そんな自分の中の内面さらけ出して書くような小説みたいなこと書けるタイプじゃないんで、どっちかっていうと全然やってないからこそあれがやれる。じゃあもう本当に想像の中でというか、その世界でこういう人がいたらの。でもやっぱ僕の中でやっぱこのセリフであったり名シーン名台詞がやっぱシリーズの中でも本当多いなと思ってて、だからああいうセリフはそれこそソフィーのこのあなたは人間なのよとか、なんかああいうセリフはどこからヒントを得てあんな美しいセリフが出てくるのかなっていうのはちょっと気になってるんですけど、あそこのソフィーのセリフはありがちっちゃありがちなんで、ちょっとわざとらしいなと思いつつも書いたところなんですけどね、あれはその後のギュスターブの反応の方が、あれが響かないってところが自分的にはすごいリアリティだと思ってて、そんな大人みたいなこと言われたって知るかよみたいな感じ。子供の時は全部大人のああいうセリフって上を取り過ぎていくじゃないですか。そういう意味でちょっと大行な振りかぶったセリフにあそこは意識的になってるところなんですけど、でなる逆に言われてイライラしちゃうっていう子供らしい反応っていうのが自分ではそっちが描きたいっていうところで。でも涙はやっぱどこかで響いてるのか、それとも悔し涙とかなんですか？ギュスターブがそこで泣いてたっていう。どうなんですかね。情けないのは情けないんですよきっとね。響いて不倫に当たってるっていうことは自体は自分で多分自覚があるんですよ。なるほど。でも当たられてる不倫しかいないから当たってるっていう。深いな。なるほど。でレスリーに割って入られてなんかそれがガッと出ちゃって。だって分かってんだよみたいな感じの。その涙なんですね。いろんな葛藤のというか。ちなみにあそこも僕も本当フリンとなんかギュスターブの関係性とかも出てて好きなシーンなんですけど、アケビはどうしてアケビをチョイスされたというか、クッキーとかでもなんかね、世界観的な中世なんかクッキー持ってきたよとかでもなんかフリンとかだったらありそうかなと思ったんですけど、アケビっていうのはそこら辺になってるものは何でもよかったんだよ。柿でもイチジクでもアケビでも。でも3文字のアケビがやっぱハマりがいいんですよね。文字数文字数も一つあり、柿じゃちょっと一足したい。イチジクは長すぎるって感じです。アケビの3文字がやっぱりいい感じかなと。
五感的に。まさかの文字数だ。文字数はあると思いますよ。まあそういう意味で言うと何でもよかったんですけど。それでもあれはフリンがなってるものを取ってきてあげたよってことなんですか。好物なんですか、そのギュスターブの。いやなんかそこら辺に多分人ん家になってるんですね。おそらく。なるほど。人の家の庭になっても何でもよくて、でそれをこっそり取ってきて食べるっていうのが、以前から当然やってるわけですよね。ギュスターブとフリンが普段から自分たちで子供の頃やってたようなことをやってるわけで。で書き取ってそこのおっちゃんに「こら!」って言って怒られるっていう。はいそんな2人なんですいつもは。その柿が食べたいのか、人んちのものをねそうやってちょっと切ってくるのが、をやりたいのかっていうのが、まあそれってこう微妙じゃないですか、子供にとっては。そこの冒険感ですね。まあそれ上手もうちっちゃな冒険ですけど。なるほど。じゃあそこはいつもは2人で取り行ってるけど、フリンは落ち込んでるグスターブのために1人で取りに行ったんですね、あの時。そうですね。多分取る時は多分ギュスターブが取って「俺食えよ」ってやってると思うんですよね。ちょっと深っいい話だ、やっぱそこ。そんな裏設定というか。多分その普段だったらねお前にはできないだろうっていう感じでやってるわけだと思うんですね。ちょっと待ってそこちょっとフリンはじゃあちょっと胸張ってあそこ上げてるわけですね。じゃあねいつもは取ってもらってるけどっていう。うわなるほどな。ちょっと悪いことをする時って結構そういう感情ってみんなあるじゃないですか。その悪いことだけやっちゃいけないことをやるっていうことに対するこう精神的なその優越感みたいなものしか、まあギュスターブにもう優越感持てるところはそこしかないんですね。そういうレベルの低い優越感で常に浸ってるわけで。なるほど。まあでも未熟な時ですもんね、まだね。はあ。でもそう考えるとギュスターブの冒険はアケビ取りから始まってたかもしれないですね。ワクワクするの好きですもんね、ギュスターブはね。そこを乗り越えていく結果が、まあその後剣作ってでちゃんと冒険するようになっていく。うわすげえ。なるほどな。なかなかね今時ね人ん家の庭からアケビ取ってきたらそんなダメって言われちゃうんでダメでしょうけど、まあ昔もダメだったんでしょうけどもちろん怒られてましたから。そっか。川さんもアケビ取ってたんですか？いや僕はアケビはあんま好きじゃないんで。よかった。好き嫌いの問題ね。もともとよかった。なるほど。あそこのソフィーが亡くなられる時あるじゃないですか。あの時のテキストのやっぱ間があるじゃないですか。一個一個のセリフに対してのギュスターブの返しがちょっとこのゆっくりな人がいればすぐ「はい」っていう人もいればみたいな、あそこはもう計算というか一つ一つ間を空けてたんですか？ゲーム内。もちろんウェイトを少しずつ増やしていってっていう形でやってますけど。あれはやっぱそのギュスターブの中ではすぐに入って言いたくないなっていう。いやもうあれ泣いてるんですよ完全に。そう泣いてて返事できないんですよ。なるほど。どんどん返事が遅くなるならどんどんぐじょぐじょになってて返事がもうできないんですよね。だんだんできなくなってるけどで最後に顔見せてって言われたらもうすぐに「はい」っていう。ボロボロ泣いてる時だったんですね。まあアニマがわからないギュスターブでももう自分の母親がもう今の際なのはわかるっていう。後のこの外にその時はじゃあもうぐしょぐしょになるぐらいもうね悲しい気持ちだったけど、外出た時のギュスターブすごいじゃないですか。なんか一個大人というか凛々しい成長したみたいな、皆さんにこう気使ってみたいな、あれってやっぱギュスターブにとっては大きなあれだったってことですよね。この分岐点というか大人になる。まあいわばソフィーとギュスターブで一つの家なわけですから、今までは母親が代表してくれてたわけですけども、いなくなったら今度は自分があの家の
当主として向き合わなきゃいけないわけで、そうすると子供みたいでよかったのはちゃんと母親と同じことしなきゃいけないことを要求されてるっていうのは分かるぐらいではあるわけです。ちゃんとそういう習慣の世界で生きてるんで、でちゃんと階段上がんなきゃっていうのは分かってて、瞬間にちゃんとその役割をやれる、そのくらいにはちゃんと親に教育されてるし、ひょっとすると瞬間に本当にソフィーのアニマが何らか宿ったのかもしれない。すげえ。確かに口調がソフィーっぽいですもんね。出てきた時のこのしっかりした人の口調というか。なるほど。はあ、そうなんだ。またちょっとまた違うと思います。僕もう一回プレイした時にシーンがまた違う感覚でプレイできそうなというか。なるほど。ありがとうございます。そこでぐだぐだだったらやっぱり結局お母さんに恥かかせることになるじゃないですか。そうはいかないわけで。はい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 。確かにそこのギュスターブなんか頼もしいというか、なんかね、なんか一個成長して大人にみたいな。なるほど。そこソフィーのアニマが関連してたと思うとちょっとまた違いますね。グッとくるもんな。なるほど。ありがとうございます。貴重な、お話を。さあということで、ギュスターブ編はたくさんお聞きしましたが、続いてちょっとウィル編についてもいろいろお聞きしたいんですけども、ウィルはそもそも言ったギュスターブがガーって作られたじゃないですか。でもこういう冒険者の若者がいるっていうこと自体はもう初めから決まってたんですか？その後にできてきたんですか？これだけじゃゲームにならないっていうのがもう明確だったんで、じゃあなんか話してくんなきゃねっていう感じはあって、でその中で、どういう経緯でエッグの設定になったかちょっとはっきり覚えてないんですけど、その古代種みたいなのがいて、最後にああいうメガルスみたいなの作って、でみんなどっか行っちゃって。でなんか一人だけ卵に入って残ってるっていう、とんでもないやつが一人いてっていう、そういう話にするか、どこでどういう感じでしたかはちょっとはっきりしないんですけどね。ちょっとジョジョっぽいなと思いながら多分書いてたんですけど。そうなんですね。そっか。でも今すごい簡潔にエッグとは何かを教えていただいたというか、なるほど。その古代種っていうのがやっぱり古代種はじゃあ後からつけた設定なんですか？そうですね。そのアニマだったり、クベルだったり、魔法が当たり前の世界を成り立たせるための設定を先に作っていって、でその後にメガリスみたいななんかラスボス出さなきゃいけないんで、じゃあなんかラスボスなんだろうねっていうふうに考えて、そっちから順番としてなんかそういう遺跡みたいなのがあって。どっちかというとそのラスダンですね、ネタとしては。でそこにボスがいる。どうやってじゃあそういうボスがいるようにしようかなってやったら、なんかもうものすげえ魔力の強い人たちが古代にいて、そいつらも今いないんだけど、いわばロマサガ2的な感じの者たちがいてっていうので、一人だけ残ってるっていう、何しに残ってるのかよく分かんないですけど、残っててっていうのを多分出て行きたくなかったね、そいつはね。そいつはこの世界から旅立つことを拒否したやつで。なるほど。はあ。そうか、なるほど。そこはそういう意味で言うと結構ロマサガ2と似てる感じはありますよ。確かに。古代といえばなんかね、古代人といえばみたいな。なるほど。ちなみにウィル編になんか込めたテーマみたいのとかってあったんですか？こっちではこう楽しんでほしい。そうですね。結構こう例えばインディ・ジョーンズの最後の聖戦とかに結構影響されてると思うんですけど、ショーン・コネリーむちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。ああいう感じのキャラが出したいっていうのがあって、モデルがちょっといるんですね。そういう意味で言うと
ウィルが最後そうなるっていうね、まあ、ショーン・コネリー自体が好きだっていうのもあるんですけど、その007だった人がああなってああかっこいいそういうかっこいい存在になってああいう役がやれるようになるってすごいこう超かっこいいよねっていうのがあったんで、そういう意味ではその若い冒険者だった人間最後ジジイになってジジイ的なかっこよさを発揮してくれるっていう、そういう物語ってやりたいよなっていう、まあそれ実際ジョジョでジョセフがやってたわけなんで、ね、こいつうまいことやってんな荒木さんさすがと思いながら思ってたんでそうなんです、ああいうことはゲームの中でゲームだとそのプレイヤーが実際に使ったキャラとしてそれをやれるんで、もう一段その深い経験としてあれを味わってもらえるんじゃないかなとは思ったんで、まあ、ぜひそういうことをやってみたいと。その時間が使うんであればロマサガ2って年を取らせることができなかったんでキャラクターに、まあ、だからあえて時代飛ばすしかなかったんですけど、でもこれまあサガフロ2やるときはとにかく年を取ったやつも出すもうコストかかるけど出すからって話は最初にしてあって、でもまあ本当はだからそのウィルももうちょっと間が割りたかったんですけど、まあそんな割るんだったら別のキャラ出した方がいいとか、まあ、いろんなそのデザイナーと話の中でああいう割り方になったんですね。それ若い頃とジジイで間はリッチで割るみたいな感じで。そうですよね。エイジってあるゲームってなかなかね RPG で珍しいですもんね。常に書いてあるというかコスト的にもったいないんですねやっぱね。同じ人間年取らせていくっていうのって。そっか、1キャラしか同じ人間なんでキャラ的にはやっぱり面白みがないわけですよ。だったら別のキャラにしちゃって人間性とかキャラ性とかテーマとかもう全部変えちゃった方がドラマの幅も作りやすいですし、ゲームの体験としてもプレイヤーにも同じキャラがジジイのキャラ出すぐらいだったら新しい若い女の子出してくれよって普通のユーザーだったら思うんで、今でもやっぱ多分そうなっちゃうんですね。ジジイ出すより若い子出しましょうよ、その方が売れるからっていう。なるほど。いやいいですけどね、やっぱ年取っていく感じもというか、あれもステータスにも影響してくるじゃないですか。そうです、あれもまたなんかリアルというか、なんか強くしたけどあれちょっと下がってる、あそうだ年取ったからだみたいな、なんかそこでもこう歴史を感じられるのがやっぱ新しかったなとはね、思いますけど、ちなみにリッチいるじゃないですか。リッチが俺はリッチだ金もないけどねっていう僕あれ最強の自己紹介だと思ってて、すごいいいじゃないですか。もう一言で簡潔に笑いが取れるというか、あれはどう生まれたというか、リッチっていうのがもうあってもうパッて出てきたものなのか、あれを言うためにリッチっていうあれにしたのか。これ実は学生の頃に、まあ TRPG やってて、で、まあ、大学やってたんで後輩のキャラにリッチってのがいたんですよ。そいつの名前がリッチだったんですよ。リッチで、なんでそいつはリッチかっていうとリッチー・ブラックモアから来てるんですけど、ね、ディープパープルのでそれでリッチがそいつはつけてたんですけど、まあ、それが頭にすごい残っててリッチ。実在したでリッチャーのリッチャーと略すと金持ちのリッチですから、でまあそのセリフはもう自分としてはもう最初から考えてあったんで、俺はリッチ金はないけどなって。いいんだよなあれ、すっごいそう欲しいんだよなああいうの一言でこう、まあ、当然リチャードですよね。そうなんですね。多分リチャードが先にそういう意味で言うとあって、だから王様的な名前で、ウィリアムから取ってきてウィルなんで、イギリスの王様から取ってくる形で。なるほど、そうなんだな。でジニーはバージニア。そうだ、バージニアでジニー。そうなんですね。エリザベス一世からいただいてっていう形ですよね。そうなんですね。ミルヘンのセリフもね結構たくさん感動させてもらったんですけど、ポールのやっぱこの「俺は外で泣く」がね、あそこはこのリマスターでやっててもグッとねさせていただいたんですけど、あのセリフをでもやっぱ好きっていうユーザーさんって結構多いと思うんですけど、川さん的にはいかがですか、その反応というか、こんなみんなが狙った通りなのか。いやまああれも実は元ネタがあって、
そうなんですね。まあ俺は外でなくじゃないんですけど、うん武蔵の剣って漫画知ってます？うんうん村上元香さんの。はあれで武蔵のお母さんが、いうんまあお父さんが死んだ後にうん自分の剣道の先生に「私ちょっと泣きます」って言ってうんいうセリフがあるんですよね。で私ちょっと泣きますって言ってわーっと泣くんですけど、あその私ちょっと泣きますの、んまあいわばアレンジなんですよ。あれは。自自分はそこはシーンがすごいこう泣けるシーンでほー泣いちゃうんですけど、まあそういう意味合いではあ、これから泣くよっていう俺は外で泣くっていうのは、まあ中で泣くとその悪い虫あれがアニマが寄ってくるからだから外で泣くんですけど、あれはそれ理由そうなんですね。そうですそうですそうです。はあ悪いアニマを呼ぶよっていうのがあるから外に出て行って。あ、そうだったんだ。なるほど。なんでかなって確かに聞きたかったですよ。このなんか見られたくないとか、なんかその恥ずかしいとかなのかなと思ったけど、そっか、そこもアニマが。そうです。はあ。悲しむと悪いアニマを呼ぶよっていう風に。はあ。あの世界では割とその泣いたりするときは外に出る人が多かったりするんですか？死人はアニマ抜けちゃってるんで、泣くと泣いたりすると悪いアニマが寄ってきて入っちゃうから入っちゃうからだっていう理由です。うわあ。そっか、そこもちゃんとアニマの多分コーデリアのシーンで、うんニーナが、うん見るに行ってますよね、うん悪いアニマを呼ぶよって。あ、はい、言ってました。はあ。あれがまあそういう意味で引きになってて、シーンの。はあ。だから悪いアニマを呼ばないためにわざわざ旦那は外に行って泣く。なるほど。そっか、でもちょっとコーデリアの話がせっかく出たのでカオさんにお聞きしたいんですけど、コーデリアのあれはその作られた側からしてその正式なというかはどっちがあれなんですか？その分岐するじゃないですか、あそこって。はいはい。川さん的にはコーデリアはこうああなってしまう運命の方を基本歩んでほしいのか、それともそれを選ばなかった人のためにこの普通はストーリー書いたら、まあ、あれは死ぬのがああ普通なんで。そうなのかいやもう僕は最初からも当然コーデリアに死んでもらうつもりで作って。ああ厳しい、やっぱ冷たい人かもいやいや映画だったら当然あそこは死なないと話にならないんですよね。そうですよね、そうだよな。そうじゃないとアレクセイの悪さが引き立たないので、その親父が死んだだけではやっぱり弱いので、目の前で犠牲者が出るっていうとこだから思いっきりストーリー楽しむんであればコーデリアを選んでろ、まあ、行かせる。自然にやってたら絶対あれコーデリア選ぶんで当たり前なんですけど、あそこで死にフラグ立ってるとは誰も思わないだろうと、まあそういう予兆は出してないので。はいはいはい。なるほどな。そっか。あともう一個ですか？あともう一個。ミーティアの最後のセリフが僕すごい好きで、ラスボスの前にひどいですって言ってるじゃないですか。結構周りはなんかファイアーブランドでみたいな、結構こう危機迫る感じでみんな言うけど、割とこのふわふわなセリフをあそこで言うんですよね、ミーティアが、はい、ひどいですみたいな。あそこでなんか一気にそのミーティアが愛おしくなるんですけど、あれってこのやっぱ緊迫したところにこうあえて入れたのか、なんかあれには深い意味があったり。いや別に深い意味はないですけど、はい、まああの子はああいうキャラですよね。なるほど。キャラ性ですね。ああ、よりかなり天然なんで。ああ、やっぱそうなんですね。天然なんですね。やっぱそう、あそこで一気に可愛くなるというか、一気に愛おしく感じるんですよね。なるほど。まあ今回の追加のシナリオとかでもかなり、フォローされてますけど、厚めにミーティアは。そうですね。そうだ、出会いのところとかもね。そう、あの一言で全部僕は持っていかれたんだよな。ミーティアに。なるほど。ちなみに川さんがその一プレイヤーだったとしてこのキャラ好きになってたかなとか、好きなキャラとかってありますか？そうですかね。まあ全キャラ
細かく設定作って書き始めるわけじゃないんで、やっていく途中でどんどんキャラが性とか変わってはいくんです。へえ、そうなんですね。ナルセスなんか、そのなんかすごく実はいいやつみたいなところあるじゃないですか。まあそんなつもりはもともとあんまなかったんですけど。なんかもうツンデレのイメージというか、ツンデレになっちゃったんですけどね。そこまでツンデレなつもりはなかったんですけど、まあ年取ったりとか、あとそのウィルとの関係性の中でああいうセリフを言う立ち位置に立ったんで、それはまあ流れでしたね。タイランはあんなにいい男になるとあんま思ってなくて、こうなんかああいう人数揃えっていうんですかね、ああいう役割のゲーム的にその役割が必要なんで、ああいうキャラを置いたんですけど、あいつがあんないいやつになるとは思ってなかったんですけど、ちょうどこうそのウィルの意図を補完しサポお前本当はこうなんだよなとか言ってみたり、ナルセスのサポートのためにナルセスは本当はこう考えてるんだとかこうフォローしてくれたりっていうそういう役割にこうなってったんで。そっか、その関係性でだからキャラがちょっと変わっていくというか、乗せていくみたいなところがあったりするんですね。確かにバランスいいんだよな。その言ったらあそこのジニーの4人組のグスタフのあそこもなんかバランスいいじゃないですか。すごい結構関係性って結構重視してキャラって作られるんですか？そうですね、あそこはもうラスダンのキャラどうするっていうのは、まあ、こういう構成だけ投げてあってあれは最初に結構絵を先に作ってもらったんですよ。でミーティアは完全に絵も名前も最初に女の子しか多分描いてなかったと思うんで、斧を振り回す女の子みたいな形しか投げてなかったのがああいうふうにできてきて、じゃあああいう絵が上がってきたんで、じゃあなんかああいう感じのほわっとしたキャラにしようとか。もうグスタフなんて当然あんな髪型なんて何もしてないんで、違うんですか？あの髪型が張ってきて、これどういう頭な髪質なのか加藤さんも疑問に思ってたんですね。疑問に思いました。あれどうやってセットしてるのかこれって書いてまあ絵を描く側がこう特徴をつけるためにああいうなんでしょう、あれ羊なんですかね、あれね、アイベックスなんですかね、わかんないですけど、確かにくるんのとこ確かにね、羊っぽいな。どっからモチーフ持ってきたかわかんないですけど、ああいう髪型のが上がってきてて、どうしようこのキャラねっていう感じはして、もっとこうそうキャラ設定的にはもともともう中に出てくるような性格イメージであったんで、かなりこの性格とこの髪型ギャップあるよなと思いながら、まあ最終的にはギャップ感も含めてああいうキャラとして落ち着いたんですけど。そっか、そこは川さん指定じゃなかったんだ。ああいうのを作ってくれという。まあおかげでこうロベルトの一般人感がより際立ってよかったですね。最強の一般人ね。もうより普通に見えるじゃないですか、やっぱりグスタフと並べてみたら。確かにキャラ負けしてますよね。すげえな、なるほどな。インタビュー前編は残念ながらエンディングのお時間となりました。では最後に一言ユーザーさんへのメッセージをお願いいたします。ちょっと取り留めない話でね、楽しんでいただけたかどうかわかりませんけど、サガフロンティア2リマスターね、まだ未プレイの方はね、ぜひ遊んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。今回のねインタビュー良かったと思った方はグッドボタン、ご感想はコメント欄や SNS へ、ハッシュタグはハッシュタグインサイドスクエアエニックスでお願いします。次回も引き続きカウさんにご出演いただき、さらに小説家の紅松山さんをお迎えしてオリジナル版サガフロ2当時のアルティマニアに掲載された小説ベエンダー終末をもたらすものにまつわるお話や、リマスター版で追加された新規シナリオの制作過程についてお聞きしたいと思います。お楽しみに。川さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。